お世話になっております。まさるです。今回は遠隔ログインのプロトコル、テルネットと SSH について一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。まず遠隔ログインとは何かからお話ししていきたいと思います。遠隔ログインはネットワークを通じて別ホストにログインできる技術です。ネットワークの管理を行うようになると、様々な機器にログインして状態確認や設定変更を行います。管理対象の機器にログインするために、わざわざ対象の機器の前まで行ってログインするのはとても非効率的です。遠隔ログインできるようにすれば、遠く離れた管理対象の機器にもネットワークを通じてログインして状態確認や設定変更することができます。そして遠隔ログインを実現する代表的なプロトコルがテルネットと SSH です。まずはテルネットから見ていきたいと思います。テルネットは TCP の23番ポートを利用します。このコネクションを使ってコマンドなどが送られます。遠隔ログインをして該当の機器を操作することができるのでとても便利ですよね。しかしテルネットには致命的な問題点があります。それは通信が暗号化されていないことです。パスワード情報も含め全てのデータが暗号化されずに送信されるので、通信経路中に悪意のある第三者がいて盗聴されてしまった場合、認証情報を悪用されて不正アクセスされてしまう可能性があります。この問題を解決してくれるのが SSH です。 SSH ではパスワード情報も含めて全てのデータが暗号化した状態で通信することができます。現在ではテルネットではなく SSH が推奨されています。どうしてもテルネットじゃないといけない場合を除いては SSH が利用されます。 SSH を使えば暗号通信ができるので盗聴に強い通信を行うことができます。それではここからはパケットトレーサーを使ってテルネットと SSH の動きを見てみたいと思います。それではここからテルネットと SSH の動きの違いについて一緒に見ていきましょう。上がテルネット、下が SSH です。それぞれスイッチに対して遠隔ログインする様子を見ていきたいと思います。なおテルネットも SSH もログインをするときに間に第三者が入っています。この第三者は通信内容を盗聴している悪い人だと思ってください。テルネットは通信が暗号化されていないのでどのように見えるのか、 SSH は通信を暗号化しているのでどのようにできるのか、パケットトレーサーでも簡易的に見ることができます。それでは始めていきます。まずは PC0 からスイッチ0にテルネットをしてみたいと思います。テルネットの方法は PC0 をまずクリックしてください。デスクトップタブを選択して下の方にカーソルを動かしてテルネット SSH クライアントを選択してください。まずはテルネットから行いますのでコネクションタイプをテルネットにしてください。接続先の IP アドレスは 192.168.0.100 です。入力できたらコネクトを押してください。パスワードの入力を求められるので1234と入れてください。パスワードを入れた時に特に画面上は変化がありませんが、正しくタイピングができていれば問題ありません。エンターを押してください。するとスイッチという表示が出てきました。これでスイッチに遠隔ログインできている状態です。では経路中の第三者が盗聴した時にどのようにテルネットの情報が見えているか見てみたいと思います。ここにスニフパーと書いていますが、スニフパーというのは通信を監視したり記録したりするための装置です。今回は悪意のある第三者がスニフパーを仕掛けて通信を盗聴していると思ってください。スニフパーの中身を見てみます。スニフパーを選択して GUI のタブを選択してください。するとこのように TCP の通信やテルネットの通信をスニフパーが記録していることがわかります。今回は一番下までカーソルをずらしてもらって最後のテルネットを見てみてください。するとスニフパーで記載されているデータの中身を見ることができます。イーサネットのヘッダーや IP ヘッダー、TCP ヘッダーなどを見ることができます。一番下までスクロールするとテルネットという記載があり、テルネットデータというところがあると思います。パケットトレーサーのスニフパーだとこれ以上の情報を見ることができませんが、本物のスニフパーであればもっと詳細にデータを見ることができます。例えば先ほど入力したパスワードが1234であること、このようなこともスニフパーを仕掛けられてしまうと暗号化されていないので盗聴されるとそのまま見られてしまいます。つまりテルネットは経路中の第三者が盗聴することで肝心なデータの中身が見られてしまうということです。これだと先ほどもお伝えしましたがセキュリティ上よろしくありませんので、今は SSH を使うことが一般的です。では次は SSH を見ていきます。
PC1 からスイッチ1に対して SSH を使って遠隔ログインしてみたいと思います。PC1 を選択して、先ほどと同じようにデスクトップタブから下の方に画面をスクロールさせて、テルネット SSH クライアントを選択してください。今回は SSH を選択して、接続先の IP アドレスは 192.168.0.100 です。今回はユーザーネームを入れる必要があります。ユーザーネームはマサルにしています。入力できたらコネクトをしてください。するとパスワード入力が求められます。今回は特にパスワードは決めてないので、そのままエンターをしてください。するとスイッチ1にログインすることができました。それでは SSH の場合、スニッファーがどのように記録しているのか見てみたいと思います。スニッファーを選択して GUI のタブを選択してください。画面を一番下までスクロールさせて、一番下にある SSH を選択してみてください。すると先ほどと同じように L2 ヘッダー、L3 ヘッダー、L4 ヘッダーは見えていますが、一番下の SSH のところを見てください。SSH のところでエンクリプテッドデータとあります。これは暗号化されているデータを表します。パケットトレーサーの場合はどのように暗号化されているか詳細まで見ることができませんが、 SSH を使って暗号化していれば、暗号化されたデータを見たとしてもデータの内容を理解することができず、パスワードや ID を特定することができません。最初から意識するのは難しいかもしれませんが、データには暗号化する範囲があることを知っておくといいかもしれません。 SSH を使った場合、暗号化するのはここのデータの部分です。どんな情報をやり取りしているかというところですね。送りたいデータ、つまりペイロードに関しては暗号化されるんですが、それ以外のデータをもし暗号化してしまうと、宛先のポート番号がわからなくなったり IP アドレスがわからなくなってしまったりするので、このような制御情報は暗号化されません。暗号化するといっても全てを暗号化するわけではなくて、本当に暗号化しなくてはいけない大切なデータを暗号化して、通信に必要な制御情報は暗号化されていません。このようなセキュリティ面の知識も知っておくと面白いかなと思います。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。今回はテルネットと SSH の違いについて一緒に勉強しました。テルネットと SSH は遠隔ログインの代表的なプロトコルです。テルネットは TCP の23番ポートを使ってコネクションを確立させます。テルネットの問題点は暗号化できないことです。暗号化できない問題を解決して遠隔ログインができるのが SSH です。SSH はポート番号が22番を使います。SSH を使えば暗号通信ができるので、盗聴に強い通信を行うことができます。それでは今回はテルネットと SSH の違いについて一緒に勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば高評価、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。